数学の心を再発見する方法を解説します。数学は学校で計算の方法を学ぶもの。そう思うのはもったいないです。そう気づかせてくれるのは数学が生まれる物語という本。この動画を見れば自分の中にある数学を見つける方法がわかります。数学の本質を知りたい人はぜひ見てください。数学が生まれる物語は全部で6冊のシリーズです。一言で言えば数学に関心できる本。数学の文化、歴史、数学者に触れられます。題材は小学校、中学、高校の数学。数の誕生、数の世界、式と方程式、座標とグラフ、関数とグラフ、図形。これだけ見ると中学レベルに見えるかもしれません。しかし図形から積分の話へとつながっています。つまり学校のカリキュラムにとらわれていません。前書きを引用します。数学を育てる母体は私たちの中にあり、私たちは私たちの中にある数学の種子というべきものから小さな苗を育てるように大切に数学を育てていることに気づくでしょう。学校では先生が数学の果実を与えてくれる。でも自分たちの中に数学を育てる心はすでにあるのではないか。それを一緒に見つけに行ける物語です。文学的なタッチで教科書らしさはありません。ところどころに生徒たちや先生の対話があります。1から10の数がつくものをみんなで上げていく。議論を通して数学をするとはこういうことかと感じられます。読書が苦手な人はこの本の鍵括弧の部分だけ読むのもあり、図が多めなのも読みやすいポイント。中学や高校の数学教科書より多いです。それも手書きの綺麗な図で味があります。パラパラとめくるだけでも楽しめるでしょう。数学者の話がイラスト付きで入ることも、数学は人間の活動なのだと改めて感じられます。普通の教科書だとコラムで端っこに追いやられがちな話題です。数学が生まれる物語はむしろコラムが主体になっています。読み物として楽しめる数学の副読本です。6冊のシリーズで1冊は1週間として描かれます。1日が1テーマでそれぞれ15ページくらいです。数の誕生なら月曜、小さな数から大きな数まで。火曜、自然数。水曜、倍数と約数。木曜、分数。金曜、小数。土曜、分数と小数。日曜、ピタゴラスの定理。1冊は150ページ程度で数学の本としては薄い雑学本として軽く読めます。それが合計で6週あります。1日1つ読んでいけば1ヶ月ちょっとで終わりますね。前提知識として中学や高校の数学を1回は学んだ経験があった方が良い。本当に数学が苦手な人にはこの本は合わないでしょう。数学の苦手を克服する本ではありません。学校の数学を学ぶ意味は何なのか考え直せる本です。特に読書が好きな人におすすめ。教科書ほど硬くなく読み物、啓発書として楽しめます。著者の志賀さんは30項シリーズという大学数学の入門書を書いています。こちらも非教科書的に学べる本です。数学が生まれる物語は小学校から高校までの初等的な数学に焦点があります。また30項はより科目の理解を目指しています。一方、物語は勉強的ではありません。読めば試験で点が取れる、そんな本ではないでしょう。でも、数学への見方を変える可能性のある本です。誰もが数学をする力を持っている。そのことに気づけるのは、テストの点数とは比べられない価値です。さて、生まれる物語を読む時の注意点を紹介していきましょう。まず、難しい数式は飛ばして読んでも良いです。そもそも数式の割合はそれほど多くありません。読み物部分だけ読んで十分に楽しめます。例えば第1週の数の誕生。比較的序盤、2日目の自然数では、ペアノの公理が出てきます。これは大学レベルのテーマです。ネットのレビューでは、難しすぎると批判している人がいました。確かに、数学の完全な初心者向けではないかもしれません。でも、これは学校の勉強ができるようになる本ではありません。字面や数式だけ見て、学べないものだと思う人には合わないでしょう。順序立てて大学数学を説明する本でもありません。本文から引用します。
ペアノの公理は簡単に言えば指折り数える、ごく自然な行為を取り出し抽象化したものに過ぎないと言える。ちゃんと説明はされていますし、テーマとしてつながっているんですね。1日目には数を数えていく話をしていました。そこから数学で扱う自然数とはどういうものなのか、形式的に言えばペアノの公理で、優しく言えば指折り数えること、無限に思える数も身近なところから始まっている。その不思議さに驚けます。ただし、初心者向けの心情の配慮が欲しい場面は少なからずありますね。最初は小学生でも読めるタッチで書かれていたと思います。一方では、それなりに難しい数学の話がさらっと書かれている。説によっては、最初はわからなくても構わないと注意書きされています。この注意が全体的にもっとあると良いと思いました。だから僕のアドバイスとして、難しい話は読み飛ばしていいです。全部わからなくてはいけないと考えたら、この本は読めないでしょう。この本に限らず、数学の本全般がそうです。初見で全部わかるわけがない。ちょっとでも気づくことがあればいい。気軽に読みましょう。きちんと学びたいなら、読み物ではなく教科書を読むべきです。さらに、毎日の最後にある問題がそれなりに高度です。これも解けなくても気にしないでください。例えばペアノの公理をチェックする問題は、大学数学のテストに出そうなレベルです。回答もほぼ答えのみ。これは悪い意味での数学書らしさです。もちろん、小学、中学生レベルの問題もあります。解けそうなものは考えてみましょう。また、対話パートで生徒の物分かりが良すぎることがあります。文章題に登場する太郎花子さんあるあるですね。簡単な話題では生徒の描写割りある。しかし、難しい問題にスラスラ答えているのは少し不自然です。これは著者の思考の流れを口語で説明していると考えましょう。対話パートがないよりは身構えずに読めると思います。もう少し優しく学びたいなら、数学があるシリーズもおすすめです。物語で数学といえば、こちらの方が読みやすい人は多いでしょう。個別に紹介した動画があるので、そちらもチェックしてください。生まれる物語は少し駆け足な部分があって、数学があるより難しいと思います。言い換えれば、より高度な数学へ気軽に踏み込めます。大学数学に触れた人が、中高の数学を見直す本として楽しめるでしょう。最後に、数学が育っていく物語を紹介します。これは生まれる物語の続編です。6週間という構成や、数学を見つけていくタッチは同じです。ただし、育っていくは大学レベルです。例えば、第1週は極限の深み、大学レベルの微積分、特に収束の理論を扱います。育っていく物語は、数学に触れる大学生におすすめ。教科書や講義を受ける前に知っておきたい話が、たくさんあります。学び直しにも良いでしょう。教科書が読めなくても、こちらは気軽に読めます。一方、高校までの数学を知らない初心者には、難しいでしょう。教科書が読めない人にとって、救済になる本です。逆に言えば、あくまで読み物で、教科書ではありません。広いテーマをテンポよく描きます。したがって、すべてが論理的に書かれているわけではありません。これだけ読んでも、わからないと思う箇所はあります。でも、それで良い本だと思います。雰囲気を知る本です。役割としては、三重項シリーズと似ているでしょう。三重項との違いは、分野の横断です。例えば、解析入門ではなく、極限の深み。後者は、オイラーの数学、数論の話につながります。本来、数学は科目に分けられるものではありません。微積分は微積分だけというのは狭い見方です。代数、幾何、解析という分類は便利的なもの。数学がつながっているのが感じられます。例えば、6週のテーマは曲面です。ここでは2種類の話があります。柔らかい幾何学と硬い幾何学。数学用語を使えばトポロジーと微分幾何学。一般向けの本だとトポロジーの話が多い印象です。硬い幾何学、微分幾何の話は珍しい。微分幾何、トポロジー、多様体、非ユークリッド幾何。大学数学の教科書としても別々の科目となることも多いです。大学数学の幾何の全体像が一冊でわかる。きちんと読むのは難しいですが、貴重な本だと思います。
計算だけでない数学を知る。数学の心、本質を知りたいなら、ぜひ数学が生まれる物語を読んでください。概要欄に Amazon へのリンクがあります。